親子競技1位でゴールしたのは上田さん親子です。は？保育園に通っている姪っ子の運動会に来ていた私。しかし、そこにはいるはずのない夫の姿があった。しかも、見たこともない子供と手をつないでいる。あの子の父親を見たことがないと思ったら、まさかあんたの旦那だったとは。夫の浮気の事実を目の当たりにし、今までの全てが腑に落ちた。家族の絆で勝つことができました。へえ、家族の絆ね。見せてもらおうじゃない。私は表彰台へと赴いた。あなた、優勝おめでとう。私はすでに呼び寄せていた人たちと共に、夫にとあるものを突きつけ。私の名前は上田かりん、32歳の会社員だ。私と夫の間にはまだ子供がいないけど、私が正社員として働いていけるのも子供がいないからだ。夫は上田康、私と同い年の32歳。彼とは大学のサークルで出会った。私たちが所属していたサークルは比較的緩い感じだったから、少人数ながらメンバーが揃うことの方が珍しい。だけど康とはなんだか妙にタイミングがあって、私がサークルに顔を出した時は必ずと言っていいほど彼がいたし、いなかった時も後から必ず部室を訪れた。私はそれを運命だと思ってしまって、いつしか夫に好意を抱くようになった。だけど、それは彼が仕組んだことだったらしい。俺、カリンのことが好きなんだ。それで、少しでも一緒にいたくて、カリンがサークルに顔出すときは、必ず行くようにしてた。そうだったの？こんな俺、嫌かな？へえ、そんなことない。私たちは熱い抱擁を交わし、交際を始めた。なんて情熱的な人だろうと、この時は思ったものだ。そして私たちは、大学中で有名な仲良しカップルに、何にも不安になることはないと思っていた。それから時は流れ、20代後半でプロポーズを受け結婚。交際期間が長引いたものだから、彼と結婚できるかいささか不安になりもした。だけど無事に結婚できて本当に幸せだった。だけど結婚するにあたって私の雇用形態を変えるかどうかで一悶着。パートナーには家で待っていてほしいんだ。でも子供もいないのに、今の時代専業主婦じゃなくても。そんな意見の反発の結果、折衷案として子供ができたら仕事を辞める、子供が成長したら復帰するということになる。こういうちょっとした揉め事はあったものの、それすらも私のことを愛してるがゆえねとポジティブシンキングで幸せを感じていった。だけど結婚してから幸せを感じられたのは結婚1年目まで。それ以降、徐々に夫の様子がおかしくなっていった。本当にゆっくりとした変化だったから、夫の変化に気づくのに遅れてしまうくらい。今日は夕飯いらないから。そうなの？わかった。最近忙しいのね。ああ、お前と違ってな。どうしてそんなにトゲトゲしい言葉を使うんだろう。もしかして疲れてるのかな。当時の私は本当にその程度にしか思っていなかった。きっと疲れているに違いない。今日はタイミングが悪かっただけ。マンネリってやつかしら。夫の態度が劇的に変わることはなかったから、ずっとそう思っていた。だけど、ある時悟る。もしかして、夫は私を疎ましく思っている。それに気づいて以降、夫は些細なことですぐ怒るようになった。今日の夕飯何にしようか。あなたは何が食べたい？気軽に聞いているだけのつもりだった。特別他意はないし、どう考えても
普通の質問のはず。だけど、夫はそうは思っていなかったのか。いちいちうるさいな。そんなことすら自分で考えられないのか。俺に聞くな。大きな声を出して、まるで私を威嚇しているかのように寄せ付けなかった。簡単な会話も許してくれない。それでも、私は機嫌が悪いだけなのだろうと、夫とコミュニケーションを取るのをやめなかった。今度、会社の懇親会があるんだけど、パートナーとか家族も誘っていいみたいなの。あなたも予定が大丈夫そうなら来る？はあ？行くわけないだろう。俺はそんなものに付き合うほど暇じゃないんだ。あれ？何か予定でも入ってるの？休日出勤が入ってるんだよ。いちいち詮索するな。めんどくさい。そんな風に言わなくても。言われたくなければ黙ってろ。傍から聞けば明らかにおかしいと思う。でもその時私たちは結婚5年目。私は5年の間、徐々に気性が荒くなっていく夫にすっかり慣れてしまっていた。夫って元からこんなじゃなかったっけと思うほどに。だから離婚なんてワードも頭の中に浮かぶことはなかった。もちろん理不尽だなと思うこともあったけど、そういう時は少し距離を取れば、それ以上何か言われることもなかったから。そんなある日、大学時代の友人から懇親会中に奇妙な連絡を受けた。その友人は隣の市に住んでいて、今でもたまに会っては近況報告をし合う仲。ちょっと、来てたなら教えてよ。帰りにでもうち寄れる？え？その日の朝、夫は宣言通り休日出勤と言って家を出て行き、結局私は一人で懇親会に参加している。私は愚か、夫も隣の市になんて行っていないはず。旦那さんと一緒にいたし、声をかけられなかったけど、今日こっちに来てたよね。いや、普通に仕事だったわよ。あれ？じゃあ見間違いかな。かりんくらいの背格好の人と歩いてたから、てっきりかりんだと。証拠もないし、確証はないけど、夫は浮気しているのかもしれない。そこでやっと、私は目が覚めた。そもそも、あんな態度取られるなんておかしいんじゃない？思い返してみれば、結婚したての頃や結婚前はあんなじゃなかった。浮気しているのであれば、あんな態度なのにも合点がいく。あの様子からしてみれば、きっと私に愛情は残っていないんだろうけど、離婚するにも理由が必要なわけで、浮気していることがバレるのを恐れて、私と離婚できないでいるだけなのかもしれない。そう気づいてからは、私は夫の機嫌を伺ったり、気遣いをすることをやめた。そんなことをする価値もない男だわ。私も離婚を視野に動く必要がありそうね。そう考えていたある日のこと、姉から連絡が来る。もしもし、実は今度、うちの子の運動会があってさ、よかったらカメラ役として来てくれない？え？ああ、もうそんな時期か。もちろんよ。今の私には癒しが必要だし。癒し？また今度話すわ。とりあえず当日はよろしくね。気をつけてくるのよ。姉が気をつけるように言うのには理由がある。それは姉が住んでいる地域がうちとは離れており、先日連絡をくれた大学の友人と同じ隣の市に住んでいるからだ。ちょっと運転は大変だけど、姪っ子に会うのも久しぶりだし、いい気分転換になりそう。私は当日を楽しみに日々の仕事に励む。そして前日。俺、明日出張しろって言われてるから。そう。私が聞いたら怒るくせに、意外にも夫は休日どこに行くか
誰と会うかというのを自ら報告してくる。それもこれも、下手に詮索されたらまずいことがあるからだろう。ちなみに、夫から私の予定を聞くことはない。よほど私に興味がないのだろうと呆れ果てる。ともかく、いろいろと考えることは山積みだけど、今は姪っ子の運動会に集中しよう。迎えた当日、私は姪っ子の可愛さに胸を打ち抜かれた気分だった。来てくれてありがとう。ほら、ご挨拶は？久しぶり。来てくれてあと。心が浄化される。久しぶり。大きくなったわね。この年頃の子供は自分が可愛くて愛されているということを自覚しているから、ものすごく可愛こぶってくる。それがまた愛らしくて尊い。私はあまりの可愛さにもだえながらも、しっかりとカメラ役を全うする。ニヤニヤが止まらない私が何度もシャッターを切っている中、姉が慌てた様子で私の肩を叩いた。ちょっと、今いいところなのよ。それどころじゃないのよ。振り返ると、姉は血の気の引いた真っ青な顔をしていた。それからは何かに衝撃を受けているようで、うまく言葉が出てこない様子。姉は口をパクパクさせながら、とある方向を指さした。そこには、姪っ子くらいの年頃の子供と、親しげに手をつないで歩く、夫の姿。見間違いかと思い目をこすったけれど、何度見ても夫に間違いない。夫は今日出張だと言っていた。もちろん、今更そんな言い訳は信じられないが、かといって、まさか保育園の運動会にいるとは思わなかった。もしかして、隠し子？私が呆然としていると、姉がようやく落ち着いたようで、子供の方の情報を教えてくれた。あの子、ここの保育園の先生の子供なの。先生が母親だから、父親のことは見たことなかったんだけど、まさかあんたの旦那だなんて。それってつまり、ここの先生が不倫相手ってことよね。私は今すぐ突撃しようかというくらい、腹渡が煮えくり返る思いだったけれど、今は子供たちも大勢いる。私は少し考え、とりあえず手持ちのカメラで証拠写真を撮りまくることにした。もちろん、夫には見えない位置から。するとみるみるうちに写真は集まり、私はそれを持ってとある場所に電話をし招集をかけた。もしもし？先日の件で。そうなのよ。じゃあすぐに来てくれる？念には念を入れないと。よろしくね。そうこうしているうちに運動会の種目は親子競技へ。どうも夫とその子供も参加するらしい。無邪気で幼い愛らしい子供と一緒にスタートラインに立つ夫を見て、私も彼を地獄へ叩き落とすためのスタートラインへ向かった。レースが始まり、父兄たちと子供たちが一生懸命コースを走る。本来であれば微笑ましい時間のはずなのに、私の胸には燃え盛る地獄の炎があった。一方、何も知らない夫は相当張り切っていたらしく、なんとレースで1位に。表彰台に案内される夫を見て、今だと駆け寄った。ありがとうございます。家族の絆で勝つことができました。その目にうっすらと涙を浮かべ、感無量といった様子の夫。私はそれを見て鼻で笑う。そうして夫のコメントが終わり、表彰台を降りる夫に私は近づいた。もちろん、優勝したんだから拍手をしてあげたわ。あなた、優勝おめでとう。見事なレースだったわね。なんで、お前がここに。私の存在を確認して固まる夫。
そこへ子供を席まで送ってきたらしい先生。夫の浮気相手が戻ってきて、私に話しかける。お祝いの言葉ありがとうございます。まだ他の表彰も残ってますので、もう少しこちらに。どうやら浮気相手の先生は私の顔を知らないらしい。にこやかにテントの方へと案内する。ちょうどよかった。先生も一緒に来てください。いや、俺たちだけで話そう。そうはいかないわよ。ほら、早く。先生はそのやりとりを見て、大体のことを悟ったらしい。真っ青な顔をしていた。この反応はつまり、夫が既婚者だったと知っていたに違いない。ならば、この女性も同罪だ。テントには当然他の人もいたが、子供のテントからは遠かったため、お構いなしに話をする。あなた、これは何？先ほど撮った写真を見せる。夫の顔には油汗が滲んでいった。これは、知り合いの子供なんだ。どうしてもお父さんが来れないって言うから、今日は俺が代わりに。へえ。じゃあお母さんである先生に聞いてみましょうか。旦那さんのお名前、伺っても？それは。夫が必死に目配せをしているが、名前なんてとっさに出てくるものじゃないだろう。それもこの状況ともなれば。旦那さんの名前が答えられないなんておかしいわね。それとも旦那さんなんて存在しないのかしら。そうでしょうね。この人は私と籍を入れてるんだから。実は先生は俺の旧友でさ、あの子の父親にものすごい捨てられ方をしてトラウマなんだ。だから聞くな。旧友？どこで出会ったわけ？はい、一斉に答えてね。せーの。小学校で。ここで。なんか食い違ってるけど。それは、俺が間違ってたかも。違うやつと間違えてたよ。苦しい言い訳ね。そもそもやましいことがないのなら、出張だなんて言わなくてよかったんじゃない？それは。ついに夫は黙り込みうつむいた。先生も同様だ。沈黙が流れた数秒後、夫は何を思いついたのか、にやりと笑う。っていうかさ、浮気を疑ってるみたいだけど、今ここで俺の子供だって証明できるのか？浮気の証拠とかさ。それは。今手元にあるのは、先ほど撮った夫とその子供との仲睦まじい写真だけ。決定的な浮気の証拠は何もない。完全に積んだかもしれない。そう思った時だった。私の背後から息を切らした声が聞こえた。浮気の証拠なら、ここにあるわよ。よかった。もうダメかと思ったわ。ごめんね。遅くなった。みんなに声かけて回ってたからさ。そこへ現れたのは、夫の浮気の証拠を手に持った大学時代の友人たち。実は先日、夫の浮気現場を目撃し、私に教えてくれた友人が、その後再び夫の浮気現場に遭遇していた。そして私のために証拠写真を撮っておいてくれたんだ。今いる市は遊ぶところやホテルも限られている。どうも夫は同じ場所に出没していたようで、夫の話を共有された友人たちが見かけ次第撮ってくれていたんだ。言い逃れできない証拠を提示され、夫は発狂。違う。こんなはずじゃない。全部お前が悪いんだよ。うわ、最低。まだ言い訳してるわよ。先生、ちょっと延長室まで。はい。いつの間にやら、私たちの周りにはギャラリーができていて、その中にはカメラを回す保護者もいた。
浮気相手の先生は園長室に連れて行かれ、夫は孤立無援状態で周囲の友人ら保護者たちから罵倒されている。さすがに分が悪いと悟ったらしく、肩を落とし、うなだれていった。ちゃんと慰謝料払ってもらうからね。もちろん、離婚よ。それから私は家に帰り、離婚の準備を整える。その後聞いた話によると、例の浮気相手は園を解雇されることになったらしい。結局ギャラリーが集まってそこそこの騒ぎになったわけだから、このまま続けることはできないのは当たり前だ。それからしっかり慰謝料240万を分取って元夫となった彼。皮肉にも子供のことはきちんと愛していたらしい。だから私との離婚後、浮気相手と元夫は一緒に住むことになった。だけど、証拠写真を撮られたのが相手のせいだとなすりつけ合っているらしく、夫婦仲はお世辞にもいいとは言えない。さらに元夫は、今回の件で協力してくれた友人らが彼の悪行を広めたため、あちこちから縁切り宣言をされているらしい。さらにカメラを回していた保護者が、こんな夫にはなってほしくない。と一言添えて動画を SNS に投稿。それが大炎上し、かなり拡散されてしまったため、会社の上層部にも悪行が知れ渡ったそうだ。夫は営業職だったのだが、顔がここまで知られてしまっては、信用が第一の仕事はできない。圧力をかけられ、辞めることとなったようだ。一方の私だけど、今回撮った姪っ子の写真の数々を見て、姉が、かなり腕いいんじゃないと褒めてくれたことで、新たな趣味を見つけることができた。私は子供にも夫にも縁はなかったけど、おばとして姪っ子を目いっぱい可愛がりながら、新しい趣味のカメラで成長を記録していきたいと思っている。